ございます。おはようございます。私たちは新婚ネム職人になり、全国で美味しいものをたくさん食べながら、ハネムーンで日本一周をしている夫婦です。はい。はい。いつもはですね、旅の様子なんかを上げているチャンネルなんですが、はい。今日はちょっと違ったお話をしたいなという話ですね。はい、そうですね。はい。今日はちょっと、私のお話をはい、あなたのお話ですね。はい、させていただこうかなっていう感じで。全然暗い話じゃないんで。あ、そうです。暗い話ではないです。はい。なので、ポップに楽しく聞いてください。はい。それでは、話していきます。で、まず、なんで今回こういったお話をね、しようかと思ったかについてなんですけど、結構ずっと悩んでたことが、数々あって、この存在を知って結構気が楽になったっていうのがあって、なので似たようなことで、悩んでる人がね、見てる人でもいたりとか、こういうのもあるんだ、みたいな感じで知ってくれるきっかけになったらいいなとか思いましたね。はい。あとですね、ちょっと旅に出て、どうしても一緒にいる時間が、働いてる時よりも、我々増えてしまって。毎日一緒ですから。そう、毎日一緒ですから。増えて、どうしても喧嘩が、それと比例して増えてしまった。で、そうなった時に、その原因のほとんどが、これなんじゃないのっていうことで、気づいてちょっと、喧嘩の数が減ったりですとか、仮にあと、同じように旅をしようと思ってる。人はいるのかわからないけど、夫婦で旅をしようと思ってる人だったり、あとは一緒にこれから住む、もしくは今住んでいる、暮らしているっていう人の中で、もしかしたらパートナーがそういう特性なのかもしれないので、相手に理解してもらうことで気持ちが楽になっていうこともあるので、少しでもね、ちょっと知ってもらえたらなということで、今回動画を撮ってます。はい。はい。ちょっと自分のことを話す機会なんてあんまないんで、ちょっと緊張してるんです。はい、そうですね。緊張してられてますね。はい。というわけで、お話ししていこうかなと思います。私が持っている特性っていうのが HSP。はい。はい。これがハイリーセンシティブパーソンの略なんですよね。はい。ちょっとすいません、台本読みながらなんですけど。はい。これは生まれつき非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人。はい。本当病気とかじゃないです。まず。特性。性格みたいな感じですよ。そうだね。そう。しゅんくんが足短いよ、みたいな。私は HSP ですよ、みたいな。そういう感じの類。特性なのかな。特性なんだ、俺が足短いの。ああ、そう。みたいな、そういう感じ。そう。なので、全然病気とかでもなければ、性格の一部みたいな感じですね。私が知ったきっかけは、似たような性格の友達がいて、私らの性格に近い気がするんだけど、みたいな感じで言ってもらって、まずその名前を知ったんだけど、私は。はいはいはい。したらHSP ビンゴっていうのがSNS で流行ったんだけど、結構前ですよ。結構前です。本当に結構前です。流行ったのは結構前。なんだけど、やってみたのよ、そのビンゴを。今出しますね、この辺に。私やってみたら、全部。フルコンボ。それです。もう最強のビンゴです。びっくりしちゃいました。本当に。そう、これで、もうじゃあ私はきっとこれなんだなって思って、で、これで結構気楽になったら自分だけじゃないんだ。こうやって考えすぎちゃうこととか、いろいろあるけど、私だけじゃないんだっていうので結構、もう安心したじゃないけど、名前がついたことで結構安心することってあるじゃん。それだったのね。これからちょっと自分がすごい当てはまった、強く共感したものをちょっと体験談とともにね、紹介していこうかなと思います。今回すごいしゅんくんがいっぱい調べてくれて。そうです。そう。で、しゅんくんがもうこれ日和じゃんみたいな感じで。日和に当てはまるものを、他の人から見て、っていうのをちょっと話しますね。はい。はい、ということでですね、ちょっとメモを書いてきたので、ちょっとそれを読みながら話させていただきます。HSP の人には、生まれつきの特性っていうのが5個あるらしくて、ちょっとこの5個、めちゃめちゃ日和なんで、ちょっと順番に言っていきますね。まずどういう特性があるかっていうと、深く情報を処理するっていうのがあります。で、これは何かっていうと、相手が今どういうことを考えてるかっていうのをもうめっちゃ考えちゃう。深読みしすぎちゃうっていうのがあるんですけど、これ本当旅でですね、実際にあったんですけど、とあるお店に行ってですね、メニュー注文しますよと。で、メニューを1個ずつ注文しました。で、それで出た後に、1個しか頼まなくて、本当はダメだったかな。で、出てすごい落ち込んでるんですよ。で、いいんですよ、本当に。全然頼んでないで迷惑かけてるとかじゃないの。周りの人がめっちゃ食ってたから、ちょっと我々だけ1品ずつしか頼めなくて、その時。お店側もこの最低限これは頼んでくださいっていう量を守ってはいるんですけど、日和はめちゃめちゃ気にしちゃうっていう。
そうね。あの時、やっぱり周りの人がなんか2、3個頼んでると、それがデフォなのかと思って。店員さんに、そう、なんであいつらって思われてないかなとか、周りのお客さんに、全然頼んでないじゃんって思われてないかなっていう心配をちょっとしちゃうってことがありましたね。そうですね。まあ、こんな感じでそう、相手が別にそんなこと考えてないんだけど、自分の方で深読みをしすぎちゃうっていうのがありますね。はい。はい。恥ずかしいね、これなんか。これ恥ずかしいです。なんか言われる。もう分析されてます。もうあなたのことはもう完全に私が分析してるんでどういう顔していいかわかんない。はい。でそして次。はい。過剰な刺激を受けやすいっていうことですね。これ何かっていうと、まあ、人間五感っていうものがありますね。これが非常に優れている。うん。まあ、敏感になってしまうってことですね。特に日和。鼻が良すぎます。匂い、全然わかんないんですよ。でもそれは極端にわかんないから。極端にわかんないのもあるんだけど、マジで、匂い全然わかんないのに、今ちょっとなんか匂うとか、うん、逆にこの、あ、今すごいいい香りしたとか、うん、すごい嗅覚が敏感で、うん、なんかあれっしょ、家で日和だけ匂いが分かったみたいな。そう、なんか、実家にいる時に、なんかずっと私の部屋が、もうなんか匂って、なんか腐ってる絶対ってずっと言い続けてたんだけど、家族誰もわかんなくて、後からお母さんから来て、あ、鼻腐ってたわ、これかって。すごいよ。ずっと言い続けてたの一日臭いんだけど、どこっつってマジわかんなくて。で、家族誰もわかんないでしょ。誰もわかんなくて。いや、もうそう、もう犬なんです。犬並みです。はい。なのかなあ、そう、あと人混みもさ、まあ、匂いで酔っちゃうのもあるけど、普通に人混みで酔う。そうだね、人混みの中にいて、それで家帰ってきたりしたら、何時も気持ち悪い。ぐったりする。ぐったりするよね。そこもなんかその五感、そうちょっと、周りの雰囲気とかをちょっと感じて、やっぱその五感が敏感になってるからこそ、それちょっと気持ち悪くなって酔っちゃう。そうね。っていうのもあるらしいですね。あるらしいですね。はい。ということで、はい、そして3つ目。はい。共感しやすい。うん。これ何かっていうと、まあ、例えばドラマだったり漫画、映画、そういったものの、まあ、作品を見て、めちゃめちゃ感情移入して、もうすぐ泣く。もう本当に。考えちゃうんだね、やっぱ、どうしても。そうね。だから結構あるのは、恋愛ドラマとかで、結ばれてる方をさ、フォーカスしてみてほしいはずなんだけど、どうしても、そっち、もちろんそっちの、もういいんだけど、それで実らない恋とかあるじゃん。もう、そっちに、感情移入して辛くなっちゃって、全然進まないの。全然だから、関係のない感情が生まれて進まなくなってる。もう落ち込んじゃって、なんかもうこっち辛いよね。でもいや、わかる、こっちも超応援したい。でもこっち辛いよね。みたいな。別に俺も一緒に映画見て、私も感動してないわけじゃないんですよ。めちゃめちゃ感動して、うわ、いい映画だったなーって横見たらボロ泣きしてるんですよ。えっていう。洪水が起きてんのよ。涙もろいんだよね。で、ほんとそんぐらい感情移入しやすいっていう特徴があるんです。はい。はい。はい。そして、4つ目。心の境界線が薄くて脆い。で、これ何かっていうと、やっぱ自分を守るバリアがあるわけです。で、そのバリアが他の人の影響ですぐ壊れやすい。これ例えばですね、まあ、ひよりさん、これよく当てはまるって言ってるのが、自分がいます。で、他の2人がいます。こっちが怒られてたりします。そうすると、自分も怒られてる気持ちになる。このわーっていうこの圧が、こうやってベーってきて、この自分の、この、守ってる境界線がパリンって割れて自分まで怒られてたり、喧嘩してる気分になって落ち込むという。辛い。これめちゃめちゃあります。外でいてもなんか喧嘩してる夫婦とか見るとちょっと辛くなっちゃったりしてますよね。なんか、私も嫌だな、喧嘩したくないなとか。してない。してないよ。なんかね、そう、本当理不尽に怒られてる人が見るともうダメ。ああ、そうだね。一日落ち込むぐらい。なんかお店とかでさ、やっぱちょっと怒られてるね、子とか見るとちょっとダメだよね。そうであるのが、こっちがちょっと疲れてたりだとか、ちょっと落ち込んでる時に一緒に疲れて落ち込むみたいな。っていう、こっちの影響を受けやすいっていうのがあるよね。はい。あります。ありますね。はい。はい。疲れてる恥ずかしくない。はい。で、そんな感じですね。はい、で、最後5つ目がですね、はい、疲れやすいです。今までのこの4つっていうのは本当に外部からの影響をめちゃめちゃ受けるわけですよ。他の人よりすごい気を使って、もう本当すぐ疲れちゃうんですよ。はい。でも、だからもう常に朝起きた瞬間から疲れた。それは違うんじゃない？それ言ってるよ、いや、それはさ、だって影響を受けてないじゃん、まだそれ。いや、もう前日の影響が残ってんだよ。なるほどね、そういうことなんだ。そういうことよ。一回さ、同棲中さ、
私寝てる時に寝言でそう、寝言で、疲れたって言ってんの。もう大丈夫この子と思って。心配になるよね。心配なんだよ、めちゃめちゃ。大丈夫と思って。そう、なんか、それもね、あるらしいよ、なんか。寝る時に物事をいろいろ考えすぎちゃうから、眠りが浅いんだって、HSP の人って。だから夢見やすいらしくて。だから多分寝言めっちゃ多いね、昔から。めっちゃ多い、本当に。今思えば繋がってたんだなって感じですけど。今みたいにこっちが傍から見てもやっぱそういう特徴があるなっていうのはもうわかるんで、だからこれを知ることでなんか逆に今日和効果みたいな考えすぎちゃってんのかなっていうふうになんか一回そう考えるようなきっかけにはなりましたね。はい。でやっぱこの HSP の人ってなんか相手の心を考えて深読みしてやったりするんだけど、その分相手の気持ちよく考えるからなんかやっぱ優しいんだよね。そうなんか全然怒んない。この人全然怒んない。なんでっていうぐらい怒んない。本当に。でもそれはやっぱこっちの立場になって考えてくれるっていうのが本当ありますね。ありがとうございます。はい、あなたは完璧な人間です。あなたは完璧です。ありがとうございます。はい。もうあなたは完璧だ。まあそういう感じでね、はい、今回なんか改めて調べてくれたりして、私も初めて知ることがいっぱいあって、まあだから理解してくれてる人が近くにいるのはすごく心強いなっていうのはすごい思ったので、で、しゅんくんにもね、理解してもらえて、やっぱなんか周りの人、身近な人に理解してもらえるのがやっぱ一番ね、生きやすくなる、なんか近道かなっていうふうに自分は思いましたね。はい、そうです。はい。ということで、以上ですかね。そうですね。はい、ちょっといつもと動画の感じも違いますが、なんか自分たちについて話した動画って自己紹介の動画しかなかったと思うんで、まあ1年、もうすぐ YouTube 始めて経つんで、ちょっと視聴者さんも少しずつ増えてきて、自分たちのことをちょっとでも知ってもらいたいなと思って、ちょっと今回こういう動画を撮らせていただきました。はい、ちょっと恥ずかしいです。恥ずかしいですね。はい。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。はい。いつもはですね、YouTube で動画出してます。そりゃそう。いつもはですね、日本一周をしていて、定番穴場の観光スポットであったり、地元民に聞いたおすすめグルメなんかを載せてますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただいて、他の動画も見ていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。登録者数1万人を目指しています。はい。ぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてですね、あと、インスタグラムと X の各種 SNS もやっております。はい、皆様ぜひフォローお願いします。お願いいたします。ということで、新しい県に行ってますので、そちらの様子もどうぞお楽しみに。それではまた次回。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。見てね。パラ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 レイレイレイ。暑すぎる。今日30度です。行こう。暑い。